こんにちは、アニメ専門家です。今回はですね、アニメ 5.8 プレビュー版が登場したということで、5.8 の新機能だったり、アップデート情報をですね、わかりやすく解説していきたいと思います。今回のね、5.8 のアップデートでは、パフォーマンスの改善が主な目標とされて、加えてですね、ゲーム開発環境が整えられるようなアップデートが行われました。特にですね、オープンワールド系のゲームに恩恵があるような調整になっているかなというふうに思います。では実際にですね、調整点を見ていきたいと思います。まず一つ目がですね、エディター上でアクターを選択した時に出てくるギズモ、この選択した時の矢印ですね。これがですね、少し変更がありました。例えばですね、アクターを移動させると何センチ移動したよっていうことが分かるようになっていたり、この X 軸と Y 軸の間にある線だったものが、点になってより視覚的に操作できることが分かりやすくなったりと、そういった調整が加えられています。でまたですね、 5.8 になって、カメラの回転速度が爆速になってました。むちゃくちゃ速くなってたので、これに関しては右側の設定項目からマウス感度をいじれるようになったようです。もし 5.8 以降触る方は 0.05 ぐらいがおすすめです。よし、ではですね、新機能を見ていきたいと思います。まず一つ目がメッシュテレインですね。メッシュテレインというのは、広大な地形を作るための新しい仕組みになっています。ちょっと実際にね、作っていきたいと思いますが、これがランドスケープですね。今まで、なんか地形を作りたいなと思った時に使っていたのがこのランドスケープという機能だったんですけども、メッシュテレインはですね、このランドスケープと同じような仕組みで広大な地形を作っていくことができます。で、メッシュテレインはですね、普通の 3D モデル、スタティックメッシュと同じような形式で地形を扱うことで、より自由な形状の地形が作れるとのことです。いろいろね、試していきますが、こんな感じにプレーンを作ってから、それをね、なぞってあげると、この地形がね、ランドスケープと似たような感じで作れるんですけども、地形をね、盛り上げたりとか、滑らかにしたりとか、そういったことができます。まだね、ちょっと具体的な言及がないので、あくまで推測なんですけども、おそらくこの自由な形状を作れる仕組みによって、洞窟だったり崖の断面とかアーチ状の岩とか、ランドスケープでは難しかった複雑な地形もこの機能で作れるようになるんじゃないかなというふうに考えています。そして次に紹介するんですけども、 PCG が手動調整可能になりました。これもちょっと実際に作ってみようと思うんですけども、PCG というのは岩や木とか建物とかオブジェクトをルールに従って、自動で配置してくれる機能のことです。例えばこの範囲にランダムな大きさの木を1000個配置するといったことが自動でね行ってくれるのが PCG というものなんですけども、レベルに配置してあげると、この範囲の中の地形の上にですね、ランダムなオブジェクトを配置してくれます。こんな感じに。で、今テスト用のオブジェクトをなんかキューブっぽいものを配置してるだけなので、これをね木とかに変えてあげると、こんな感じに自動でね配置してくれるといったのがこの PCG といったツールになっています。もうこれだけでですね、大量のオブジェクトをフィールド上に配置できる。しかもですね、この地形に沿ってちゃんと配置してくれるっていうのが、PCG という機能になっています。で、今まではですね、この PCG で自動配置したオブジェクトというのは、後からね手で動かしても、PCG が再計算するたびに元の位置に戻ってしまうという問題がありました。 5.8 からはこの PCG で配置したオブジェクトを移動させたりしても、その手動調整が保持されるというような調整が行われたので、手動で細かい調整が行いやすくなったというのが今回の 5.8 の調整になっています。で、次にね、解説するのが、プロシージャルベジテーションエディターが強化されました。ちょっとね、難しい用語がいろいろ出てくるんですけども、わかりやすく解説していきます。まずですね、わかりやすく解説すると、草や木、花とか、そういった植物系のオブジェクトをエディタ内でね、作成するツールというのが強化されました。今ね、これ試しに作っていってますが、プロシージャルベジテーションというのは、植物系のアセットをナナイト化させて、パフォーマンスをね、良くするための機能になります。ナナイトというのは遠い距離にあるオブジェクトを荒く表現して、近い距離にあるオブジェクトをきれいに表現する、そういった仕組みによって、ゲームのねパフォーマンスを保ちながらゲームを快適にプレイするための仕組みなんですけども、そのナナイト対応させるのがこのプロシージャルベジテーションという機能になります。今まではですね、クイクセルのアセット、アニメエンジンで用意されたアセットしか対応していなかったんですけども、外部 DCC ツール、例えばブレンダーとかマヤとかそういったところから作った FPX の 3D モデルを取り込んで UE5 内で、ナナイト対応させる、つまりパフォーマンスが良い 3D モデルに変換するというのが、今回の行われた調整になります。木の成長を表現できたり、木についてる葉っぱの多さとか調整できたり、そういった
よりリアルに近い形で植物のアセットというのを表現できるような仕組みがいろいろね揃っているようです。ちょっとねこれ難しかったので一応作ってみたんですけども、こんな感じになんか葉っぱつけたりして葉っぱ増やしたりして試して、でこれをレベルに配置すると、これがですねナイト対応、要するに、遠い時は粗く写して近い時は、綺麗に表現してくれる仕組みに対応しているアセットを作成できて、かつ、風のアニメーションとか反映させられて植物系のメッシュをね作りたい時に便利なツールというのが今回強化されたといった内容になります。で今度はですね、メタヒューマンクラウドというプラグインが追加されました。でこのメタヒューマンクラウドというのはゲームの世界に数十体から数千体もの人間のキャラクターを配置できるようになるためのプラグインになります。でこちらの映像はあくまでちょっとイメージとしてアニエンジンのファブで提供されているアセットの映像になるんですけども、このメタヒューマンを使用してゲームでね使用しているといったものなんですけども、イメージとしてはこんな感じにゲームプレイ中に通体のキャラクターをパフォーマンスよく動かすための機能というのがメタヒューマンクラウドのプラグインになっています。次はですね、ミュータブルが正式版になりました。ミュータブルというのはですね、プレイ中にキャラクターのカスタマイズが行える機能のことになります。でこれサンプルプロジェクトあるので、ちょっと試しに触ってみましたが、ゲームプレイしてキャラクターの見た目をね、キャラクターの顔とか骨格とか服とか、そういった、銃とかもねキャラクターカスタマイズできてっていうのが、このミュータブルといった機能になります。例えばですね、ヘルメットをかぶった時に髪をね自動で非表示にしてくれたり、このブーツにした場合はズボンをねその中にインしてくれると、そういったね、キャラクターカスタマイズ用の機能というのも揃っているようです。でこのミュータブルが正式版になりましたと。でどんどんいきますが、サブストレートトゥーンシェーディングというマテリアルが追加されました。でこのマテリアルどういったものかというと、アニメ調に表現する、トゥーン調ですね、トゥーン調に表現するマテリアルというのが、今回追加された形になります。これもですねちょっと簡単に作ってみたので実際にね、割り当てて見ていきますが、はい、こんな感じにですね、アニメっぽい表現を行うのがこのサブストレートトゥーンシェーディングといった、マテリアルになっています。今まではですねトゥーン表現を UE5 でやろうと思うと、結構大変だったようで、しかもねこのルーメンとかと組み合わせるとうまく動かないとか、そういった問題があったようですが、5.8 からねこのトゥーンシェーディングでは、ルーメンとか光の表現にも対応しているトゥーン調のマテリアルが追加された形になっています。はい。で、アニエンジン 5.5 ぐらいで注目機能だったメガライツが、正式リリースとなりました。メガライツというのはですね、ゲームプレイ中に動かせたり、オンオフを切り替えるようなライト、動的なライトというのをパフォーマンスよく配置できるライティング機能になります。5.8 ではより綺麗なね、ライティング結果になって、60fps のフレームレートを達成するようなパフォーマンス改善も行われたといったことになっています。同じくライティングの機能に関してですが、ルーメンに関しては新しいモードが追加されました。ルーメンというのはですね、間接光を描画するための UE5 の描画システムになります。部屋に入った光が部屋全体を照らし出すような、そういった光を間接光というんですけども、その間接光を映すシステム、ルーメンに新しいモード、ミディアムクオリティモードというのが追加されて、このシステムによって従来のこのハイクオリティの描画方法に比べてパフォーマンスが約2倍の速度で動作する中間品質モードというのが追加されたとのことです。他にもですね、アニメーションとかリギングの改善が行われていたり、物理エンジンの調整が行われていたり、モバイル向けのね改善が行われていたりと、いろいろ行われていたんですけども、その他の機能として注目しているのは Unreal NPC ですね。まだね現時点で実験的機能という扱いになっていて、情報もねまだ少なかったので、今後ちょっと情報を追って使えるようであれば試してまた YouTube に上げていきたいなというふうに思います。というわけで、5.8 の注目点はこんな感じになるんじゃないかなというふうに思います。ここでね少し宣伝させてもらいますが、今回紹介した Unreal Engine に関して、ウェブ本を執筆しております。Unreal Engine 5の教科書第1巻からですね第3巻まで書いて、Unreal Engine のね使い方を初心者の方向けに解説していっております。ブループリントでねシューティングゲームを作ったり、アクションゲームをね作ったりと丁寧に一から解説を行っています。半分まで完全無料で読んでいただけます。なお現在ですね Unreal Engine 5の教科書
書 C++入門編第3巻も執筆していますので、C++ ね、今後学んでいきたいよって方はですね、今後ご期待いただければと思います。こちらもですね、半分のページまでもう全部無料で読んでいただけるので、ぜひ概要欄からですね、興味ある方はチェックしてみてください。まとめるとですね、UE5.8 ではですね、パフォーマンスが最適化されて、よりですね、オープンワールド向けのゲームがね、作りやすくなったんじゃないかなというふうに思います。ちょっと前にもですね、Witcher 4と連携を取って、アニメエンジンアップデートされているといったね、情報があったので、今回の 5.8 のアップデート機能をちょっと振り返ってみると、Witcher 4のようなオープンワールドに合わせたような調整が行われてるんじゃないかなと。特にパフォーマンスに関しては Witcher 4ではね、重要な課題になってくるかなというふうに思ってるので、出るか分かりませんが、PS5 とか、スイッチ2とか、そういった家庭用ゲーム機でも 60fps 維持できるような目標を掲げてアップデートしてるんじゃないかなというふうに感じます。メッシュテレインもそうなんですけども、地形作りで課題だった部分だったり、あとプロシジャルベジテーション、Witcher 4でも自然がね、木とか草とかそういったものがね、多彩に表現されてますけども、よりリアルな植物系のアセットを表現するための機能っていうのが、追加されていって、もしかしたら Witcher 4でも使われてもおかしくないような機能がほとんどのように感じましたね。メタヒューマンクラウドなんかも、しか Witcher 4ではこのメタヒューマン使われて、こういったキャラクターが表現されているとのことなので、メタヒューマンクラウドに関しても、パフォーマンスよく、とにかくこのオープンワールド、広大なオープンワールドをとにかく 60fps は維持したいというような意思を感じましたね。もう絶対に 60fps を絶対に維持して快適にプレイしてほしいというようなエピックゲームズのなんか意思を感じましたね、今回の 5.8 の調整では。アニメーションの調整もね、今回紹介してなかったんですけども、なんか顔の表情とかも細かく調整できるような開発しやすい環境に整えられていたりとね、本当に Witcher 4で 5.8 の機能がフル活用されるような、またはなんかこの Witcher 4での課題だった部分、開発環境で課題だった部分がどんどん修正されてっているような、全体を通してそのように感じましたね。いやもう個人的にね、ちょっと Witcher 4が楽しみすぎて待ちきれないですね。このアニメエンジンを代表するような作品になるんじゃないかなと、ちょっと期待をね、胸に膨らましています。というわけでですね、5.8 パフォーマンスよく、ゲームをねゲームプレイを快適にするための調整が行われたといった感じになっています。アンリアルエンジン6に関しても数年後にはね多分公開されるという情報がね出てるので、メジャーな、機能に関しては、6用に貯めてるんじゃないかなと、5でもそうだったんですけども6用にね貯めていって、その時にドーンと公開するんじゃないかなというふうに楽しみにしているので、今後ですねアンリアルエンジンの情報についても楽しみにしつつ、随時ですね情報を YouTube の方で、追っていけたらなというふうに思います。というわけでですね、今回は以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上です。お疲れ様でした。